皆さん、こんにちは。サニーママチャンネルへようこそ。この動画は私の子育て経験を若いママさん、パパさんたちにシェアしたいと思い作ったものです。ちょうど言葉の発達やアタッチメントで悩んでいる親御さんがいたら、ぜひ見てほしいと思います。最初のビデオをご覧になっていない方は、ぜひそちらの方を先にご覧ください。このビデオでは、記録の2ページをご紹介します。始まり。ぼんやり一人でロッキングチェアに揺られている時もありましたが、性格はひょうきんなところがあり、みんなを笑わせる一面を持つ子供でもありました。小さい頃はよく裸で過ごしていましたが、その時、親にはわからなかった感覚統合の問題があったようです。子供の奇妙な行動には、やはりちゃんと理由があるようですね。振り返ると、この絆回復療法は、私に親行の基本を教えてくれた気がします。私にとっては必須科目でした。では、記録のご紹介です。2日目、12月26日です。7時半頃目が覚め、8時過ぎに下へ降りる。朝ごはんをいつものように生卵をかけ、海苔を巻いて食べた。前は最後まで食べたが、もういらなくなると今は絶対に食べてくれない。今日も少し残した。梅干しも3つ食べた。もっと欲しいぐらいだった。味噌汁は飲まなくなった。ご飯が終わってしばらくすると、いつものように、いいものが欲しいが始まった。チョコレート味とリクエストしたが、ミルク味で我慢してもらった。私がモグラ叩きで遊んでいると、こうちゃんも真似をして叩いた。一回だけで飽きてしまったらしいが、私と同じことをしたいと思ったのだろう。ちゃんとやればできるではないか。おもちゃの電話の声がどこから出るのか不思議に思うようで、ひっくり返して見ている。穴に指を入れたりしている。ボタンを押して次から次と声を出して遊んでいる。必ず私をそばに置いて、時に私の指を持ってボタンを押そうとする。一生懸命セリフを覚えようともしているようだ。下で遊んでいて飽きると、すぐお2階行くのと大事なものを持って2階へ上がる。私も必ず何か持たされる。大事なものが増えてきて大変である。バケツが3つ、桶1つ、空のプラスチックと瓶、本、茶わ茶わ、懐中電灯など。トイレへ行くときも持たずには行かれない。1日に何回2階へ上がり下がりするだろうか。今日ヘアカットした。チョコレートのアイスをあげると言ったらすぐ椅子に座り準備 OK。本当にアイスが好きな子だ。じっと座っていてくれたので、これまでになくうまくカットできた。これでお正月が迎えられる。少しオーバーか。お風呂に誘ったがこの頃入りたくないらしく、いらないと断られてしまった。でもまたアイスあげると言ったら、たちまち風呂場の方へ歩き出し、服を脱ぎ始めた。なんと現金なんだろう。シャンプーするのも何のことなく終わり、湯上がりにアイスを食べ満足そうだ。煮込みうどんは椎茸と鶏肉しか食べなくて、椎茸ばかり食べたがる。うどんは太いせいか全然ダメ。以前は食べていたのに。さすが8時頃、お腹が空いたのか下に降りてきて、かぼちゃ一切れとチーズを食べた。レーズンのお菓子が欲しいと言ったが、また明日ねと言ったらすぐ諦めてくれた。今日も2回トイレで排便すべき頑張ったが、うんちは出なかった。頑固な便秘でかわいそうだ。最近2週間ぐらいは全く干潮もさせない。自力で出そうとする。3日前と5日前はちゃんと自力で出たので、やればできそうだ。でも出るまで30分もトイレで付き合わせられるので、待っている私も足がしびれてしまう。9時40分頃寝た。その前に
じゃじゃ丸始まるよという、お母さんと一緒が見たかったようだ。また明日ねと言って、もう泣くだけで、部屋から連れ出し、ベッドに入れるとすぐ寝てくれた。久しぶりにゴンボを掘った。困ることに本を破ってしまう。大学側が指摘した部分としては、今まで食べていたものを食べなくなった、わがままが増えてきた、わがままは成長の過程で出てくるものなので歓迎すべきこと、これからもたくさん出てくるといいですねというコメントがありました。ママのモグラたたきの真似をしたりと、こうちゃんは真似できることがわかりました。やはり問題は本人がやりたいと思うかどうかなのですね。真似したいと思ってくれるにはどうしたらいいのかが基本的な課題のようです。ママに大事なものをいつも持たせるのは、ママが僕の言うことを聞いてくれる人と信じているからとのこと。このコメントは母子関係が良好になってきていることを意味するので嬉しかったです。いつも持ち歩く大事なものは児童発達上重要な過程であるようですが、ちょっと心配な点は柔らかいタオルケットやぬいぐるみではなかったこと。ヘアカットの最中じっと座っていてくれたことは、彼がやりたいこととマッチすれば、体が完璧に動くことを証明してくれました。この絆回復療法の意図していることがさらに分かってきました。言葉を作る内面的な土壌作りがどうしても先に必要なのですね。癇癪を起こしたのは、あの2歳児によく見られるイヤイヤ期のことなのか。こうちゃんの好み、嫌いなものがはっきりとしてきました。セラピストからコメントをもらい、こうちゃんのことをよく理解できるようになってきたと思いました。今どういう段階にいて、どうしてそういう行動をするのかわかると、私の気持ちが前向きになり、対応もしやすくなります。わがままとレッテルを貼るのではなく、自我の発達と肯定して受け止めたいです。35年前にこの記録を書いた自分を褒めたいとも思いました。今大人になったこうちゃんの食物アレルギーは、小さい時から毎日のように食べてきたものが多くあります。やはり食べ過ぎが原因なのでしょうか。便秘に関しては、現在深刻な問題とはなっていません。脂質を多く好むので、油を大量に食べているうちに、便秘をいかにコントロールできるか、一人で感覚的に覚えたようでした。一昔前からオイルプリングをしていました。私はインターネットで数年前に知ったばかりでした。ですので誰も教えてないはずです。歯石はゼロ、また少しのクリーニングで歯が白くなります。ママとは正反対。本来備わっている何らかの知恵にアクセスしているのでしょうか。この件に関するコメントなどありましたら歓迎します。最後までご視聴いただきありがとうございました。12月27日の記録を次の動画でアップする予定です。よかったらまた見に来てください。いいねボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。アロハ See you soon!